冷凍 OK。 はい、やってみました。この冷凍チャンネル、このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。で、今日は何をやるかと言いますと、国産冷凍野菜を手掛ける石原フーズにいろいろ聞いてみた。前回の動画でですね、国産、日本でですね冷凍野菜を作られている、石原フーズさん、ほうれん草を作っている、畑からですね、工場で加工するっていうところまではですねしっかり見させていただきました。ということですね、本当に今国内でその冷凍野菜を作るってところが結構ニーズが高まっていますので、それについてねぜひ聞いていきたいと思います。ではですね、紹介したいと思いますが、石原フーズさんの、石原社長になります。お願いします。ありがとうございます。前回はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ほうれん草はですね、実際に畑で作っているところから、それを工場に持ち込んで加工して冷凍するところまでもう全て見させていただきましたけど、めちゃくちゃこだわってましたね。はい、ありがとうございます。でこの石原フーズさんがですね、宮崎県の、都城に、あるんですけども、実際どういった会社になるんですかね。はい、そうですね。創業は私の父ですね。今会長ですけれども、石原和明が、まずはですね、製菓業として始まりました。地域の里芋をこう集めて、で、大学生の時にですね、軽トラの荷台に乗せて、はい、出荷をしたというところから始まってます。そこから始まってるんですね。はい。それが何年ですか。1976年ですね。はい。もうすぐ50年じゃない。そうですね。はい。めちゃくちゃ歴史のある会社さんですね。はい、じゃあで実際そこから冷凍するようになったっていうのは、40数年前にですね、冷凍野菜を始めたと聞いております。で、それまでは製菓業と、あとは里芋の皮を剥いて水煮を作ったりというような形で展開をしてきたんですけれども、40数年前に冷凍野菜が、事業性があるということで始めました。宮崎では本当に美味しい食べ物がたくさん取れたけど、消費地の、東京とか、大阪とか、まで持っていくにはちょっと時間かかる。そうなんですよ、遠いんですよね。なので冷凍してその期限を延ばすことで、より遠くに全国に送ることができるだろうっていうのをもうその時にすでに分かったわけですね。そうですね。なのでもともとはここはほうれん草の野菜の冷凍の産地ではなかったということですね。じゃあやっぱ冷凍するっていうことで保存も効くし大量に作れるってことで畑も増やしていったっていう。そうですね。まずは、農家さんから購入品という形でした。なので一番多い時で350件ぐらいの農家さんから野菜を購入して、それを冷凍加工して出荷をしていました。もうその農家さんもですね、だんだんと高齢化していくだろうというふうに予測してですね、約20年ぐらい前から自分たちの農産部を立ち上げて、農業をやろうというふうに進めていきました。これがですね、本当にすごいことで、一つの会社が農業をやりつつ、冷凍加工する工場もやると、一気作るところから加工して出荷するところまでやれるってことはですね、やっぱすごいことなんですね、これは。そうですね、最初の農産部は本当にトラクターとかもないので、レンタルのものを借りてですね、やっていたという話をよく聞きます。日本全体でいうとですね、冷凍野菜を作る工場っていうのはまだまだ少ないんですね。日本の中でも冷凍野菜の工場はまず少ないっていうのもありますし、そこからさらにですね、工場その会社が、自社で農場を持ってるっていうケースはもっともっとレアなんですね。だからそこは本当に石原フーズさんはですね、本当に日本の農業を考えた上でもすごく良い事例として扱われることも多いですよね。ありがとうございます。面積もすごく広いので、結構地域の中でうちの看板がですねいっぱい立ってるというような形になります。実際自社で農業をやる良さって何かあるんですかね。そうですね。まずは種の植え付けもですね、販売をするのを逆算して植え付けるというようなことができます。なので、安定供給ですね、安定的に皆様に商品をお届けできるというのがあります。あとはトレーサビリティですね。自分たちで作ったものになるので、どういう農薬を使ったか、肥料を使ったか、どういう作業をしたかとかですね、それが全て1パックあたりで紐付けるようなことができます。実際畑見させていただきましたけども、看板がもう
区画ごとに看板があって、で QR コードで、そのデータも管理されているということですね。なかなかそこまでやれるってことが本当にすごいことですよね。そうですね、そこまではほとんど見たことはないですね。またそのシステムは自分たちで作ったシステムなので、それを自分たちで運用しているという形になります。実際冷凍することで期限も伸びますので、やっぱ年間を通じたその農業の計画も立てられるってところが、農業側から見ても冷凍の良さっていうのがあるかなと思いますね。そうですね。あとは昨今台風だとかいろいろな災害被害がある中で物を作るということと、あとは植え直しをするというのもですね、自分たちの畑だからできるというのはあります。あとはですね、やっぱ安全面っていう面でもすごくこだわってるかなと思うんですけども。そうですね、自社の残留農薬の検査センターを持ってまして、作られたほうれん草はですね、出荷をする前に残留農薬の検査をして、大丈夫なものを皆さんにお届けしているという形になります。自社にその検査するところがあるってことですか？そうですね、はい。これはもう20年以上前からずっと残留農薬の検査を自社でしています。やっぱ自社で大体そういったものって外部に委託することがやっぱ多いんですけども、自社で調べるその安全面を気にしてですね、自社で調べるっていうやっぱ意識はすごく安全への意識が高いなって感じますね。そうですね、やはり安心安全なものを皆さんにお届けするというような形で、取り組んでいます。検査もですね、やっぱ検査室っていう部屋が必要だったり機械も必要ですし、そこに人もかかるということで、コストもかかるんで、結構そういう意味でも外注する会社も多いんですけど。そうですね、弊社全部の畑で、残留農薬の検査を行っているというのがあるので、年間1000件体以上ですね、検査をしたものをお出ししているので、自社で検査をしているというのがありますね。あとはですね、ほうれん草を工場で加工した時に結構ロスとかも出ると思うんですけど、それはどうされてるんですか？そうですね、その、ロス分というのは畑の方ですき込んで、また堆肥としてですね、次の野菜に栄養を持っていくというような形になります。なるほど、循環してるわけですね。はい、そうです。これが生鮮のほうれん草を、ご自宅家庭で買ってきて、いらない部分を落としてしまうとですね、ただの生ゴミになってしまうんですけど、工場で作る場合は大量に、ほうれん草を入れてですね、で大量に出たロスはですね、畑の方に還元されるということで、循環型農業も環境にもやっぱりいいということですね。で畑でほうれん草を育ててますけども、やっぱ収穫とかもすごく効率的になるようにしてるわけですよね。そうですね、収穫機を使って、収穫をしてますね。この収穫機ももともとほうれん草の収穫機ってなかったんですね。なかったんですけど、お茶の収穫機のメーカーさんに頼んで、上が枯れるのを下が枯れるように、ほうれん草枯れるようにできないかというふうに依頼をして作ってもらったというものになります。これが全部収穫機っていう機械じゃなくて、人の手で一個一個作ってたら、とんでもないことになるわけですね。そうですね、もう以前は人の手で全部手刈りをしていた時もあるんですけれども、もう今はそれには戻れないですね。やっぱ農業も本当に生産性を上げてですね、収益化するってことがもう持続的なこの維持を発展をね、やっぱ農業としても重要だと思うんで、やっぱ機械化がすごく課題になってるかと思いますね。そうですね、それによってやはりすごく大変な農業というイメージから気軽にできるというような農業に変わってきたなというふうに思います。農業の IT 化も非常に進められているということで、どういったところをやられてますか？そうですね、今農産部は紙が1枚もないというような、ものになってまして、従業員にですね iPhone を全員に渡していて、畑にQR コードの看板が立ってまして、それをピッと、読み込んでですね作業を入力するというふうになってます。そのことによって、畑にですね職員が直行直帰できるようになっています。早い人はすごく早く来ても早く帰るというような形なので、若いお父さんとかは子供の晩ご飯はもう自分が作るんだと、奥さんよりも早く帰るからというふうに言われているので、そういったところでも働き方改革どんどんしていかないとなと思っています。
今農業に従事される方もこう働きやすい環境を作るってところにもつながってるわけですね。はい、そうですね。やっぱ農業っていうと本当に家族総出で、朝から晩まで休みをなく働いてるっていう方も多いかと思うんですけど、はい、なかなかそれだと人手も集まらないというところもあって、そういった IT も活用して、やられてるという。そうですね。また最近入られた方たちはすごく年齢若い方たちも多いんですけれども、農業の経験がないけれども農業をやってみたいというような形、大きなトラクターに乗ってみたいとかですね、そういったような方たちが入って、頑張っているというようなのもあります。素晴らしいですね。はい。石原フーズさんでは今これらの冷凍、一部ですけども、冷凍野菜作られてるんですね。はい、そうですね。いろいろな野菜を畑で育ててます。で、今回見させていただいたのはこのほうれん草ですね。はい。で、オーガニックのこちらのタイプもあるということですね。そうですね。一部ではあるんですけれども、オーガニックのほうれん草も自社で育てています。で、こちらの、オーガニックの冷凍ほうれん草ですね。これ全国冷凍野菜アワードで最高金賞を取られたということですね。はい。国産のオーガニックの冷凍品ってなかなか少ないのでですね、それを評価していただいた、しかも味もですね美味しいという形で評価していただいたのはすごく良かったなというふうに思います。今やっぱオーガニックの需要も伸びてはいるんですけども、やっぱ冷凍野菜だと本当に海外のものが非常に多いので、国産でしかもオーガニックというところも非常に評価されたところかなと思いますね。はい。で、同じくそのアワードではですね、この汁物ミックスも実は金賞を取ったということで、はい、はい、これはですね、大根、ごぼう、里芋、人参がもうカットされた状態で、入っているという商品になります。これ僕も食べたんですけども、やっぱまずごぼうが本当に風味が良くて美味しくて、でしかも他の食材もカットの仕方もやっぱすごく使い勝手がいいなと思いましたね。そうですね、大根と人参がいちょう切りになってまして、ごぼうはささがきになっています。里芋はですね、食べやすいようにスライスになったものを使用しています。凍ったままもう鍋に入れるだけっていうところがすごく手軽ですね。はい、そうですね。ごぼうだけの商品もあるわけですね。そうですね。ささがきにしたごぼう、なかなかご家庭でささがきにするって手間がいるんですけれども、それをもう冷凍でしてしまえばですね、皆さん食べやすい形になるかなと思います。あとはこちらのミックスは煮物用ですね。大根や、人参が少し大きめに切られていまして、ごぼうの方は乱切りになっています。いいですね。野菜がもりもり食べれそうですね。そうですね。これだけの野菜を買ってきて自分でカットしてとなるとちょっとハードルが上がってしまうんですけれども、でこれを買うだけでいろんな野菜が取れるのですごく便利です。いいですね。今何をしてるんですか？そうですね。今自社の畑がどこにあるのかというような地図を開いています。このマップでわかるんですね。そうですね。Google マップと連動しているので行き先も分かりやすいですし、あとは畑がですね、枚数が750箇所ぐらいあるので、農産部の人が迷わないようにというふうになってます。色の違いは何かあるんですか？地区で分けているという形になります。例えばここだと今町61番という畑になってますけれども、その下というのが地域名ですね。梅北20番というふうになっていて、農産部の人が分かりやすいように地区名と数字の番号で自分たちの畑を管理しています。なるほど。これちゃんと正確に把握してるわけですね。そうですね。やはりもうそれがないとなかなか管理できないので、この番号はですね、工場も物を流す時に意識して、今町85番の畑を流しているというのが全部分かるようになっています。なるほど。こう見るとやっぱ点在しているというか、一箇所ででっかい畑っていうわけではないんですね。そうなんですよ。畑はですね、平均がまだまだ小さいのですごく作業効率が悪いんですね。なのでここの地域のように1枚を集約させてですね、大きな畑にしていきたいなというふうに今動いています。
こういうふうにポツポツ色はついてますけど、ついてないところは別の農家さんがそうですやられてるわけですね。ですね、農産部の中に契約に特化した、社員もいるので、畑の契約をですねしていくというような職員もいます。もうこの畑が1枚大きくなるだけでですね、こうトラクターをこう旋回するとか移動をする時間がですね省かれるので、もっともっと作業効率が良くなるなというふうに思います。なるほど。それぞれの畑の状況も分かるんですか？そうですね、こうフィールドマンという、畑だけを専門に見るスタッフがおりますので、その人がですねこう畑の写真をずっと撮っていってくれてます。なので畑でずっとこう昔に遡って画像で、確認することができます。そこでですねやはり病害虫とかどういう病気が出たかとかどういうふうな状況だったか、この時期にどのぐらい大きくなってたかというのを振り返るにとてもすごく大事な、資料になります。これは2018年なんですね。そうですね、すごく古いものもあるので今と照らし合わせながらですね、ここでどういうふうな生育状況だったかというのがこう振り返ることができます。これが今日収穫した畑の情報ですか？そうですね、先ほど、収穫をした畑のずっと履歴になります。育ててきた過程が分かるわけですね。そうですね。ということですね、やはり日本の農業もですね、高齢化や、従事される方がやっぱ減ってきているというところで、日本の食がですね、危ぶまれているというところもあるかと思いますけど、その辺どうですかね？そうですね、やはりこう農業は人手ですごく大変な作業をするというイメージがあるんですけれども、弊社のようにですねどんどんやっぱり機械化をして楽にこう農業ができるような形をこう取っていければと、そのためにやはり工業の人たちと農業の人が一緒になって日本の食をですね考えてこうどんどんまだ楽に作業ができるようにしていきたいなとは思います。農業であったり、冷凍するっていうことも含めてですね、日本の食を保つ、そして未来に継承するっていうことができると思っているので、そういった意味で石原フーズさんはもうその最先端を行っていると思いますので、本当に応援したいと思います。一生懸命頑張ってですね皆さんに冷凍野菜を届けられるようにやっていきます。ということですね、本当に今回冷凍野菜についていろいろ教えていただきありがとうございました。ありがとうございます。こんな感じでですね、この冷凍チャンネルではおすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる冷凍レシピなんかをご紹介、さらにはその実際に作っているところなんですね、冷凍食品を作っている、冷凍野菜を作っているそのこだわりなんかも紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家冷凍王子が人生をかけて作った一冊、冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。